書いていきます。こんな感じですね。前髪ですね。注意深く集中して書いていきます。つなげていただいて大丈夫ですね。はい、耳ですね。マリリです。今回はこちらの方を似顔絵を描いていこうと思っております。こちらですね、ポイントはたった一つですね。上手に見せるポイントはですね、今回ですね、このコピックで描く手入れの時に強弱をつけるということをお伝えしております。似顔絵描く時に上手に見せるポイントですね。普通のイラストでも同じことが言えるかと思います。強弱をつける、線ですね。このように強弱をつけて書いていっております。本日はこちらの男性の方ですね。10代の方ですね。より似せるように、より上手に見せるように、こちらズームレッスンでご紹介しております。ぜひですね、皆さんご参考にされてみてください。それではご覧ください。はい。このように端から書いていきます。2回ぐらい書いて、ちょいちょいと修正しながら、まずこのラインを入れていきます。化粧とよく似てるかと思いますね。はい。そしてそのまま目の中心にカーソーって書いていこうと思います。そうですね。まず、釣り目なんでね、若干上に上がってるイメージで、目の端まできっちり描きます。この方ね、目のラインがはっきりしてますのでね、はっきりと描いていきます。左が描けたら右目ですね。目1個分ぐらい開いています。寄ってもいないですが、若干離れ気味で描いてもいいかと思います。はい。そして、まず、右の目の上のラインを、こう描いていきます。そして、こうですね。そして、目の端を若干太くします。若干修正しながら、修正しながらでいいので、綺麗な目のラインを入れていきます。熊通りじゃないんですけどね、目のラインは綺麗に入れていきます。何回か補正して描いていただいても、上の方は大丈夫ですね。釣り目に描くように、はい、薄く描きます。下のラインはね、薄く描きます。メリハリですね。つけた方がいいかと思います。がってるたりと複雑なんですけど、ここのラインできっちりと釣り目を表現します。このように両端を描いて、この下のラインもですね、描くとよりいいかと思います。若干寄り目気味に描いて、瞳を大きく描くと、こちらの方の少し幼い感じが表現できるかと思います。あんまり大人っぽく描いてもあまり年代が上になっちゃうのと同じように、ここは薄い感じで大丈夫です。二重のラインを入れていきます。最後は、広がらずに閉じる感じですね。ちょっとわかりやすいようにゆっくり書いたんで、カサカサになっちゃうんですけど、ここはささっと書いていただいた方がいいかと思いますね。ささっ、シャッと書いて。光はですね、大きめでもいいと思います。ね、まだ10代若い方なので、瞳を大きく。そして、黒く塗っていきます。黒目が入りましたですね。自分は書かなくてもいいです。はい。中まで描いてもいいんですけど、こちら、しっかり前髪が重めなので、しっかり隠れて描いていきます。そして、眉毛ですね。はい、右の眉毛も描いていきます。眉毛はささっとした感じで、こちら花をね、表現していきます。はい。そして、右側も描いていきます。バランスよくですね、こことここはバランスよく描いていきます。鼻のこの下のラインはですね、割と平行目の方なんで、そして下に向かって下ろしていって、また上がるって感じですね。ここでキュッとまた中に入れています。ちょっとね、細かいんですけど、細かいことね、多用していただけると、より上手にどんどん上手くなっていきます。で、ここして下の位置を決めていただいて、つなげていきます。ここも強弱使っていただいて、太いラインと細いラインですね。唇は、こんな感じですね。はい。右もこうやって書いていきます。一個ずつ書かないですね、そういえばね。あまり意識してないんですけど、この方がバランスよく書けると思いますね。そして、下のラインですね。こちらも強弱つけていただきたいので、こちらも強弱つけて書いていただきたいので、このようにつないでいきます。これは簡単でね、全然大丈夫です。はい、この一筆書きみたいな感じでメガネは十分だと思いますね。よほど細かく書きたいっていう場合じゃない限りは全然大丈夫かと思います。こんな感じでね、書いていきます。これ書いていきます。こんな感じですね。前髪ですね。そして上の方の毛の流れも書いておきます。はい、こういう風にですね、
強弱ですね。こちらも強弱使っておりますのでね、そのように書けるといいかと思います。こうなってるんですけど、前髪としてはこっちは左、こういう風にですね、中に入っているラインもあります。そして輪郭ですね。このように、ここまで書いて、こうしておきますね。そうすると後が書きやすいですね。やっております。で、こちらもここまで輪郭を書いておきます。メガネの若干下、この際ですね。ここまで書いておきます。そうすると、後書きやすいかと思いますね。こう、途中部決めますね。このように。ここかなっても決めちゃいますね。そして、上から下に、書いていきます。では、左側からですね、書いていきます。こちら、ふわりしてる感じなので、このように耳のラインですね。ここまで書いていきます。つなげながら、でも若干こう、線をきっちりと閉じた方がいいかと思いますね。強弱つけながら書いていきます。そして耳のラインですね、書きますね。はい、ここまでですね、つなげて書くことができました。では、輪郭をね、書いていこうと思います。そして、ほっぺたを描きまして、次、輪郭、下の顎のラインをいつものように決めていただきます。スピード感を持って書くときはね、さっと書くんですけど、はい、2回ぐらい重ねて書いてもいいかと思います。ここも強弱使って書いております。ここまで書けたら、次は頬から顎をつなげていきますね。上から下に下ろしていきます。何回か重ねて書いてますね。はい。はい。ここはですね、軽い感じで書きます。あまり押し付けて書くと、インクがいっぱいついちゃうので、軽く書いていきます。そして、こっちからも輪郭を書いていきます。この時点でここが細くなってますね。こちらがポイントですね。はい。はい。これで、輪郭をつなげることができました。はい。かぐをつけておきます。ここまでできましたら、耳を書いて仕上げていきます。最後まで注意深く集中して書いていきます。そして耳ですね。ちょっと失敗したなっていう時は、上手につなげていただいて大丈夫ですね。はい。次は右の耳を書いていきます。こちらも強弱ですね。ポイントとしましては、強弱をつけて書いていきます。はい。そして耳ですね。中身を書いていきます。耳の中が見えている方なので、このようにある程度、耳の中もしっかりと言いますかね。細い感じ、軽い感じで書いていきます。このように書いていきます。そして、こちらも強弱忘れずに書いていきます。はい、まずですね、その外側から書いていきます。そして中ですね、この線の方向ですね、いろいろ変えながら書いていきます。あまりベタっという感じにならないように注意して書いていきます。そして服のライン、そして腕のところですね、書いていきますね。はい、下はですね、終わりますよ。こういう風にかっちり、見えますかね、かっちり書くとまた上手に見えますので、参考にされてみてください。いきます。はい。T シャツもこのように何段階かかけて書いております。こちら丁寧に仕上げるために、この細いラインで髪の流れを付け足していただいてもいいかと思います。そして、こちらもですね、いわゆる強弱、細い線と、太い線を組み合わせることで、より丁寧に綺麗に仕上がる。上手に見えますね。耳のラインもそうですね。若干書きます。そして服のラインですね。そして、首のところですね。こういう風に入れておいていただいてもいいかなと思いますね。こちらでですね、ペン入れと下書きからペン入れですね、完了いたしました。ペン入れのコツ一つ挙げるとしたら、強弱ですね、何回も言いますが、つけると上手に仕上がります。よくベタっとね、同じ線で、もちろん目と外の線もそうなんですけど、ベタと同じような線で描いちゃうと、より平面的な感じになります。より立体的に仕上がるために強弱をつけてみてください。